皆さんこんにちは。指揮者の木村幸太郎です。今回は僕がどうやって指揮者になったのかをお話しします。前回の動画で指揮者には大きく分けて2つの種類があるというお話をしました。1つ目は国際コンクールなどで賞を取って音楽事務所がマネージメントをしてくれるような指揮者ですね。これが一般的な指揮者の形です。もう1つは大手音楽事務所には所属せずに自称として活動する指揮者です。では今回僕がどうやって指揮者になったかのお話をします。指揮者は日本でも海外でも指揮者として活動するのに資格などはありませんが、先ほど言ったように音楽事務所に所属するかしないかで仕事の流れが変わります。ちなみにどの指揮者も音楽大学で専門的な勉強をしている方がほとんどで、独学で指揮者になる方はほとんどいません。そして僕の場合は少しスタイルが変わっていまして、国内では自称指揮者、特定の海外では一般的な指揮者なんです。海外で僕が自称指揮者ではなく首席客演指揮者の称号を獲得してからの話をします。2014年32歳の時にロシアでオーディションを受けて自称ではない認められた指揮者になりました。どうしてチャンスを得て指揮者になったかというと、私の知り合いでロシアで活動する方がいました。その方は僕が後に所属することになるロシアの音楽事務所とのつながりがあり、私の指揮をロシアの事務所のボスに推薦してくれました。その結果、ロシアでプロ野球のトライアウトのような機会をもらうことができました。ちなみに今はこのようなシステムはありません。なぜないかというと、昔はオーケストラの一つのコンサートを指揮者が購入して、そのコンサートを指揮することがロシアや東ヨーロッパではできていたそうです。日頃チャンスがない指揮者も指揮できるし、オーケストラとしても収入になるので良かったみたいですが、どんなレベルの指揮者でもお金で買えるということで、オーケストラのレベルが低下したりファンが離れていったため、現在ではほとんどやらなくなったそうです。僕の時はすでにこのシステムはなかったのですが、それまでの活動である程度のレベルを認めてもらえてたので、特別にこのシステムを使うことが許されました。そのシステムを利用し、最初に派遣されたのがロシア連邦アディゲ共和国という冬季オリンピックのあったソチの下あたりにあるロシアでも珍しい暖かい場所の小さな共和国でした。アディゲ共和国は名前を聞くまで全然知りませんでした。そこでの3日間のリハーサルからコンサートを行い、その内容を評価するというものでした。どういうものが評価の対象になったか分かりませんが、想像するにオーケストラとのコミュニケーション、オーケストラとのリハーサルの内容、オーケストラがどれだけ上手になるか、コンサート中にお客さんをどれだけ喜ばせることができるか、そういうような内容だったのではないかと思います。もちろんロシア語では話せないので、英語を駆使して身振り手振りでなんとか乗り切りました。その時は非常に良い指揮ができたと手応えは感じていました。それからしばらくしてロシアのボスから手紙が届き、そこにあなたはこのロシアで活動するのに首席客演指揮者の位に相当するという想像もしない内容でした。この時はですね、もう本当に嬉しかったです。その時いただいた手紙と証明書は今でも大切に保管しています。こちらがロシアの音楽事務所からいただいた首席客演指揮者の証明書です。首席客演という称号は指揮者の中でも位の高い方です。ではどんな位が指揮者にはあるかというと、音楽監督、常任指揮者、客演指揮者などがあります。まず一番位が高い音楽監督は、オーケストラ全体が年間を通してどんなことをしていいかを考える、いわば野球の監督のような位置づけです。仕事の内容は多岐にわたり、外の社会にも出ていき、宣伝やお金集めを行います。次に常任指揮者は年間の主要なコンサートを指揮します。そして僕がもらった客演指揮者です。これはゲストとしてオーケストラから招待される指揮者のことです。その中でも首席というのは位が一番高くなります。普通はオーケストラから演目やどれくらいの期間練習するかが決められて依頼が来ます。しかし首席客演指揮者になると、プログラムや練習の期間の指定もできます。こうして晴れて自称ではなく位をもらっての指揮者としてのキャリアが始まりました。僕みたいな形でキャリアを得ていく指揮者はなかなか珍しいと思います。その後のロシアでの活動はまたの機会にお話しさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。
さよなら。